もっといい絵が描きたい。こだわって努力して質を上げなきゃ。去年からずっとそれ言ってないか。そういえば。完璧主義者ってのは高い基準を持つ人のことではない。ただの批判を恐れる人だ。創作心理学ラジオの時間だな。俺はがっくんだ。やっとだわん。今日はヤトと2人で散歩しているんだが、カフェの中にルーがいるのが見えるな。声をかけてみるか。よ、ルー、ちゃんとかけてるか？がっくん、やっと。なんだよ、白紙じゃないか。違うの、何回か描き始めたの。でも線を引くたびにここおかしいって気になって消して、また引いて消して、気づいたらコーヒー冷めてた。ルーちゃんのコーヒー冷たくなっちゃったわん。やと大丈夫だ。コーヒーは冷めてもアイスコーヒーとして成立する。なるほどわん。コーヒーの話じゃなくて、前はさ、下手でも楽しかったのに、最近はペン持つだけでまた失敗するんじゃって怖いの。ほう。ちなみに聞くが、いつ頃から怖くなった？X で上手い人の作品がバンバン流れてくるようになってからかな。何千いいねとか見ちゃうと、自分の20いいねが恥ずかしくなって。なるほどな。ってお前、前回も同じこと言ってなかったか？まあ、そんな簡単に解決するもんじゃないしな。ルー、お前の状態には名前がある。完璧主義による脳の脅威モードだ。脅威モード。そのまま放っておくとペンを持つこと自体が苦痛になる。最悪創作をやめちまうぞ。これ聞いてる人にも心当たりあるはずだ。下手でも楽しかったあの頃が消えて、作品を公開するのが怖い。何度も手直しして結局完成しない。当てはまりすぎて耳が痛い。安心しろ。これはお前の根性の問題じゃない。脳のバグだ。しかも直し方がある。ほんと？教えて。その前に一つクイズを出す。完璧主義者の脳では創造性に関わるある重要な機能が潰されている。さて、それは一体何か？集中力とか？不正解だ。完璧主義者は集中しすぎている。答えは後で教えてやる。気になる。俺もコーヒー飲もうかな。店員さん、ホットコーヒー一つお願いします。まずルー、お前がさっきスケッチブックの前でフリーズしてた時、脳の中で何が起きてたか教えてやる。私の脳。脳には全体上皮質って部位がある。全体上皮質？何それ？簡単に言うとな、脳の中の火災報知器だ。おい、それ間違ってるぞって警告を出す場所。エラーチェックしてくれる場所ね。ね、中国の研究チームが完璧主義者の脳をスキャンしたんだが、この火災報知器がバカでかく育ってた。普通の人より肺白質の体積が大きい。脳が鍛えられてるってこと？いいことじゃないの？考えてみろ。火災報知器の感度をマックスにしたらどうなる？トーストを焼いただけで鳴る。そうだ、お前がさっきラフを1本書いただけで、ここおかしい、あそこもダメってアラームが鳴り響いたのは、お前の火災報知器が過敏すぎるからだ。私の脳、毎日これだ。しかも厄介なのはな、高い基準を持つことと完璧主義は脳の使い方がまるで違う。注意の向きは次にどうするかではなく、何が間違っているか。失敗への反応は修正して前に進むことではなく、フリーズか停止、
感情は挑戦のワクワクより失敗への恐怖に向く。高い基準を持つ人間は前頭前皮質を使って次にどうするかを考える。お前は前帯状皮質で何が間違っているかを探し続けている。同じいい絵を描きたいでも脳の回路がまるで違うんだ。私ずっと間違い探しをしてたってこと？それだけじゃない。ドーパミンの話の末。やる気の脳内物質、多ければ多いほどいいやつでしょ。そう思うだろう。ケンブリッジ大学の研究チームが調べたところ、ドーパミンの効果は逆 U 字カーブを描くことが分かった。逆 U 字？塩と同じだ。少なすぎると味がしない。多すぎるとしょっぱくて食えない。ドーパミンも多すぎると脳がガチガチに固まって柔軟な発想ができなくなる。塩加減は分かりやすい。で、ここからが残酷な話だ。オランダの研究チームがドーパミンの遺伝子と創造性の関係を調べたんだが、普段からもっと良くしたいって欲求が強いタイプ、つまりドーパミンの基礎レベルが高い人間はプレッシャーがかかると逆 U 字カーブが右側にぶっ飛ぶ。向上心が強い人ほどダメになるの？そうだ。ルーはお前はもっと上手くなりたいって気持ちが強いだろう。その情熱そのものがプレッシャーで脳を固める燃料になってたんだ。やる気があるから苦しくなるなんて皮肉すぎる。やっとー、おやつもらう前のドキドキが一番楽しいわん。もらいすぎると動けなくなるわん。いい例えだな、ヤト。おやつの期待感がちょうどいいドーパミンだ。さて、ここからクイズの答えに近づくぞ。脳にはデフォルトモードネットワーク、略して DMN ってのがある。デフォルトモード？ぼんやりしてる時に動く脳のネットワークだ。シャワー浴びてる時とか散歩中にアイデアが浮かんだことないか？あるある。お風呂でぼーっとしてる時にキャラデザのアイデア浮かんだことある。ネイチャーに載った研究でその DMN が創造的思考に因果的に関連していることが証明された。偶然じゃなく確実に。因果的に？じゃあぼんやりって大事なんだ。脳の中の小人がお前がぼーっとしてる間に記憶と記憶を結びつけて新しい組み合わせを試してる。いわば勝手に部屋の模様替えをしてくれてるようなもんだ。で、ジャズミュージシャンの脳をスキャンした実験がある。即興演奏中、つまりフロー状態の時に何が起きてたか。フロー状態？ゾーンに入るってやつだ。ゲームに夢中になって気づいたら朝4時、あの状態。その時脳の自分を監視する部分がオフになって自由に表現する部分がオンになってた。気づいたか？完璧主義者の脳はこの真逆だ。監視する脳が常にオン、 DMN が潰されてぼんやりの小人が働けない。じゃあクイズの答えって？そうだ。完璧主義者の脳が失っているもの、それはぼんやりする力だ。そしてぼんやりする力。私がスケッチブックの前でここ違う、あそこ違うってチェックしてる間、脳の子供が全然動けてなかったんだ。やったー、ぼんやりするの得意だわん。野党が一番才能あるかもしれないな。ここで俺たちの創造主タッツーの話をしよう。あいつも同じ罠にはまってた。タッツーが？動画のテロップのフォントを右に置くか左に置くかで延々悩んだり、投稿ボタンを押す前にこのコンテンツは受け入れられるだろうかって何時間も悩んだり。あ、わかる。私も投稿ボタンの前で固まる。で、タッツーが言うにはな、完璧主義の正体はどこかに完璧な答えがあるはずっていう前提と、この選択以外にもっと輝かしい未来があるのではっていう妄想だったと。妄想？ありもしない理想を追いかけてフリーズしてるだけだ。かっこよくもなんともない。
正体はただの未来への不安だ。くさ。でタッツーがどうしたかというと、生配信を始めた。編集を極めるんじゃなくて？質が落ちてもいいから逃げ道をなくすためにやり直しが効かない環境に自分を放り込んだ。このチャンネルの画面を見ずに学べるというコンセプトもその発想で誕生している。逆転の発想だ。結果タッツーは気づいた。細かいことに悩むのがどれだけ無意味だったか。フォントの位置なんか数字に一切影響しなかった。しかもタッツー本人がこれはダメだって思った回を視聴者は普通に評価してた。自分が思ってるほど他人は細かいとこ見てないってこと？そういうことでもあるし、出す前から何が評価されるかなんてわからないってことでもあるな。凝った編集した方がいいのか不要なのか、それは実際に実験してみないとわからない。例えば当チャンネルで一番多く再生されている新人が書きがちなつまらない物語6つの兆候って動画は、散歩中にアドリブでスマホのボイスレコーダーに収録した音声をクレイジートーク8で口パクさせただけの動画だ。散歩中に収録？編集なし、台本なし、上等なマイクもなしだが、頑張って凝った編集をした動画より評価された。でもそういう計算だったんでしょ？いやいや、全く計算していたわけではない。ただ机の上で収録すると完璧主義になるから、散歩中だけ収録していいというルールを作っていただけだ。つまりたまたま？そう、選択肢を減らした結果のたまたまだ。まずは仕上げてアップすることを優先したわけだな。タツーの言葉を一つ紹介する。僕らは子供の頃、ど下手な絵をドヤ顔で人に見せていた。それは子供時代が不自由だったからだ。不自由だから自由？逆じゃない？子供の頃を思い出してみろ。見れるものも買えるものも行ける場所も限られてた。比較対象が少ない。 SNS で世界中の天才の絵が流れてくることもない。画材はクレヨン12色だ。確かに選択肢が少なかった。だから迷わなかった。これしかないから全力で楽しめた。ところが大人になると選択肢が無限に広がる。画材もソフトも技法も上手い人の作品も全部手の届くところにある。それでもっといい方法があるんじゃないかって不安になるんだ。完璧主義の正体は無限の選択肢への恐怖だ。だから解決策は逆説的。自分から制限をかけることだ。まあそれも難しいんだがな。制限？じゃあ具体的に何をすればいいか3つ教える。15分ゴミを作る時間を作る。ゴミ？タイマーを15分セットしてゴミを作ると宣言してから始める。いいものを作ろうとしない。目標は15分で最高にひどい作品を作ることだ。わざとひどいもの作るの？いいものを作らなくていいと脳に許可を出すんだ。さっき話した火災報知器をなだめてぼんやりの小人が動ける状態を作る。タッツーの例と同じ原理だ。やり直しが効かない、質は問わないという制限が完璧主義を強制的にオフにする。なるほど、制限が自由を生むってそういうことか。2つ目、セルフコンパッション、自分への思いやりが。あ、それ前に教えてもらったやつ。復習だ。自分の作品にダメ出しが浮かんだら次の言葉に置き換える。下手すぎればまだ練習中だから OK。 あの人に比べてはみんな最初はこんなもん。完璧じゃないと見せられないは完璧な作品は存在しない。これ前の動画で教わってから意識してるんだけど、ちょっとずつ楽になってきた。セルフコンパッションの詳しいやり方は以前の動画比較疲れの処方箋で解説してるから、そっちもチェックしてくれ。3つ目、小さな進捗を毎日記録する。日記みたいな？一日の終わりに今日やったことを3つ書くだけだ。ラフを1枚書いた。
プロットを3行書いた。参考資料を読んだ。このレベルでいい。そんな小さいことでいいの？ハーバードの研究者テレサ・アマビールが企業の従業員を長期間追跡したんだが、日々の仕事で一番モチベーションを維持できたのはボーナスでも褒め言葉でもなく、小さな前進を実感できたかどうかだった。完成してなくてもいいんだ。ドーパミンの供給源を完璧な完成から小さな進歩に切り替える仕組みだ。逆 U 字カーブのちょうどいい真ん中をキープできる。ところで一つ、いい話風のトラップを潰しておく。トラップ？完璧主義の対策としてよく成長マインドセットって概念が紹介される。能力は努力で伸びると信じれば結果が変わるってやつだ。あ、ビジネス書でよく見る。2023年にアメリカの研究チームが63の研究をまとめてメタ分析を行った。結果、成長マインドセット介入の効果は全体でほぼゼロだった。ゼロ？厳密に言えば経済的に厳しい環境の学生には小さな効果があった。だが一般的には元の研究ほどの効果は再現されていない。信じれば変わるは言うほど万能じゃなかった。じゃあどうすれば？勘違いするなよ。努力に意味がないって話じゃない。信じるだけで変わるが過大評価だっただけだ。今日教えた3つは信念じゃなく脳の使い方を物理的に変えるアプローチだ。こっちの方が確実だ。気合じゃなくて仕組みで直すってことか。ねえ、かっくん。あたし、今からやってみていい？何を？15分ゴミ。このスケッチブックで。ほう。タイマーセットして15分。よし。これから15分間、最高にひどい絵を描きます。ルーちゃん、頑張れワン。頑張るな。頑張ったら負けたぞ。あ、そうだった。頑張らない。あれ？どうした？なんか手が動く。ダメだって声が聞こえない。だって最初からゴミ作る予定だし。く火災報知器がおとなしくなったな。あ、このキャラの顔変な感じになったけど、いいや、ゴミだし次描こワン。ルーちゃん楽しそうワン。う。できた。15分。すっごいひどい落書きだけど、なんか久しぶりに楽しかった。ルー、そのスケッチブック見せてみろ。やだよ、ゴミだよ。ゴミにしては生き生きしてるじゃねえか。最後にまとめるぞ。完璧主義はもっといい作品を作りたいって情熱の裏返しだ。その情熱は悪くない。ただ脳の使い方を少し変えるだけで苦しみながら作るから楽しみながら作るに戻れる。子供の頃みたいにね。一冊紹介しておく。なぜ私たちは燃え尽きてしまうのかって本だ。理想と現実のギャップが燃え尽きを引き起こすメカニズムが書かれてる。完璧主義の古代妄想がいかに危険かよくわかる。リンクは概要欄に貼っとく。セルフコンパッションの詳しいやり方を知りたい人は前の動画比較疲れの処方箋も見てね。この動画が役に立ったと思ったら高評価とチャンネル登録しておいてくれ。じゃあな。バイバイ。あたし今日から毎日15分ゴミやる。やーとうもやるわん。あれ、やーとういつもゴミ書いてるわん。野党はそのままでいいんだよ。野党は天然のゾーン入りだな。